いやー来ましたね。皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はね、機材レンタルのサブスクサービスを運営しているグーパスさんから皆さんお待ちかねのCanon EOS R5 をお借りしたので、僕なりにね使ってみた感想を皆さんにお伝えできたらなというふうに思っております。すでにね、多くの方が、細かいスペックをまとめた記事だったりとか、動画をね掲載しているので、僕からはあくまで、動画クリエイター大川祐介が使ってみた超主観的な感想をお伝えしますので、あらかじめご了承ください。EOS R5 の前にね、このEOS R という機種も販売されていまして、かなり注目されていたんですけれども、僕はねちょっとレビューを怠ってしまいました。すいません。ちゃっかりねロンドン Vlog で、撮影したんですけれども、さすがにねキャノンということもあって、暗い場所でもしっかり、顔にフォーカス合わせてくれたし、ここにあるんですけれども、実物がねバリアングル式モニターなのでVlog めちゃくちゃやりやすかったです。こんな感じで皆さんこんにちは、モニター見れるんですよね。はい。で、僕ね、ここに、5D Mark IV もあるんですけれども、モニターが見れなくても、Vlog 撮れるんです。慣れれば。なんですけれども、見れるか見れないかだったら、やっぱり見れた方がいいっていう判断ですね。外観を見てみると、EOS R と、さほど変わりはないですね。5D との差は歴然なんですけれども、僕みたいによく旅をして撮影していると疲れてしまうので、やっぱコンパクトはね、すごく正義だと最近は認識しています。操作性として 5D を踏襲しているので、個人的にはかなり使いやすかった印象です。で、メモリーはね、CF エクスプレスと SD のデュアルスロットになっていて、現在僕は 256GB 速度が 1070MB の CF エクスプレスを使用しております。これで5万円ぐらいしたんですけれども、このメモリがあれば 8K ロー 24fps でも、20分ほど収録が可能なので、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思っています。では早速 EOS R5 の、スペックについて触れていきましょう。ポイントは3つ。世界初のミラーレス機による 8K ロー収録が可能。で、2つ目、EOS 初ボディ内5軸手ブレ補正です。次に進化した AF となっております。まずね、動画クリエイターとしてやっぱり、最も注目してしまったポイントは 8K ローですね。やっぱそのインパクトはすごく強かったと思います。僕がね、先日購入したレッド、今これ収録してるレッドヘリウム 8K なんですけれども、これも 8K、EOS R5 も 8K、どちらも 8K です。α7S3 をまた後日レビューするんですけれども、シネマ領域による 8K なのか、解像度なのか、それともダイナミックレンジなのかっていう議論は、決着がついてなくて、レッドとアリのような議論が、キャノンとかソニーでもね、起きているように感じるんですけれども、今回ね、EOS R5 は 8K という解像度を、押してきたわけなんですね。冒頭でお見せした、シネマティック表現っていうのは、すべて EOS R5 の 8K24fps で撮影していまして、スローは使えないんですけれども、EOS R5 で最も高品質に撮れる設定で日本一周中たくさん撮影してきました。レッドを購入するときも 5K か 8K かで悩んでいたんですけれども、最終書き出しが 4K だとしても 8K の情報量を 4K にした方が綺麗だし、クロップしても解像度が落ちないので 8K 収録はかなりおすすめです。僕はね 6K 結構外で使ってるんですけど、ポケシネ 6K ね、6K あれば十分です。ただ 8K のロー、キャノンのローってめちゃくちゃ重いんですよね。レッドとかブローの形式はめっちゃ軽いんですけれども、キャノンのローはびっくりするぐらい重いので、なんとかならないかなっていうのは個人的な感想です。概要欄に 8K ローで収録した素材を格納しておくので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。次にですね、ボディ内5軸手ブレ補正です。広角から望遠まで適切な5軸手ブレ補正が可能になります。さらにね、手ブレ補正機構を搭載した RF レンズというものを装着した場合、カメラとレンズの強調 IS により8段の補正効果が実現されます。基本的にね、動画制作ではジンバルを使用するシーンが多いんですけれども、表現の幅を広げるためにも手持ちはね、結構必須なんですよ。で、手持ちであえて揺らして臨場感を出す表現に僕は徹していて、手ブレ補正が、いいのであれば、手持ちで綺麗に撮影することが可能になるので、細かな話なんですけれども、表現軸がもう一つ増えたっていう印象ですね。次に、進化したオートフォーカスですね。動画よりもおそらく写真の方がこの AF のパフォーマンスが、最大化できると思うんですけれども、8K ロー収録時にしっかりと瞳、顔のオートフォーカスが効くので、構図だけに集中できるんですね。
レッドとかブラックマジックのポケシネ 4K とかは、マニュアルフォーカスなので、構図プラスフォーカスを考えなきゃいけないんですけれども、EOS R5 の場合、フォーカスはカメラに任せることができるので、ドキュメンタリーとか旅をしながら撮影するにはもってこいだと思いました。今回僕も日本一周中撮影して、もうめちゃくちゃ使いやすかったです。かなり優秀なカメラなんじゃないかなというふうに個人的には考えています。皆さん、EOS R5 どう思いますか？ぜひね、感想とかコメント、ある方は、いただけたらというふうに思っています。かなりね、スピーディーにお話してしまったんですけれども、このレビューが、できてね、個人的にはすごく嬉しく思ってます。α7S3 も出たので、後日やるんですけれども、EOS R5 をね、今回グーパスさんから借りたんですけれども、C 製品を、最速で入荷してくれるので、こうやって次買うカメラを悩んでる時に、実際に借りて、撮影して肌で感じることができるのはかなり革新的なサービスなのかなというふうに思っています。月額を払えばね、カメラプラスレンズをね、1ヶ月間借りれるということなので、機材選びの、選択肢の一つとしてグーパスをね、チェックしていただけたらというふうに思っています。今回 EOS R5 なんですけれども、少なくとも今キヤノンさんが取り扱っているカメラの中で最も僕のスタイルに合ってるし、動画クリエイターに合ってるのかなというふうに思っていて、僕はね、こうして動画表現をしているのも、より多くの方に、動画という選択肢を与える目的が、あるんですね。正直ね、EOS R5 に興味がある人よりも iPhone コンテンツを見たい人の方が多分圧倒的に多いと思うんですね。ただ動画の魅力は、多様なので、iPhone で動画を作っている方でもこの動画をね通してミラーレス一眼の魅力をうっすら認識して、でね iPhone から本格的に動画制作をやりたくなった時の、選択肢の一つとなれば僕はとてもね嬉しく思っています。今後もね一つのメーカーに絞ることなく、中立の立場で、レビューしていきますので何卒よろしくお願いいたします。α7S3 ですねのレビューも今進めていますので、ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。今日もね最後まで見ていただきありがとうございました。キヤノンねいっぱいここにあるんですけれども、これがメイン機ではないですし、なるべく多くの人たちに分かりやすく解説するために今回はこちらをね借りさせていただきました。今日もね最後まで見ていただきありがとうございます。それでは皆さん、動画制作頑張ってください。また今度。